優れもん自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、サイドステップのへこみ直します。左リアフェンダーの下、サイドステップに大きなへこみ DIY で直します。希少なミラバン5速マニュアル平成26年式対策済みエンジン。過去の動画で熱血洗車、熱血磨き、高級ガラスコーティング施工をしましたわ。ヘッドライト補修もしたのだ。車内の徹底掃除もしているので。そうなのだ。今回は DIY で板金塗装なのだ。最後まで見てくださいなのだ。フロント側ジャッキアップ。ジャッキスタンドを設置します。ジャッキスタンドのかかり具合を確認。リア側ジャッキアップ。ジャッキスタンドのかかり具合を確認。フロント側のジャッキスタンド再度確認。縁石に接触したと思われる傷、へこみ。リアフェンダーパネルにもへこみが波及しています。ステップへこみの幅約37センチ。ステップへこみの高さ約10センチ。ステップへこみの深さ約2センチ。補修範囲の目安マスキングテープを貼ります。塗装剥がしは BS クロスサンダーを使いました。補修部分の塗装を剥がします。下地塗装も残らないようにきっちり剥がします。鉄の地肌と塗装部分の段差をなだらかにします。80番の布ペーパーを使いました。家庭用100ボルト電源、へこみを引っ張るスタッド溶接機です。溶接ガン、重量は 4.5 キロ。日本語の取扱説明書あります。スライドハンマー、ピン引き出し用チャック、ワッシャー用フック、引き出し用フック、スタッドピン2種類あります。平型ワッシャー、丸型ワッシャー、波型ワイヤー、専用の電極ビット、ピン取り付け用ビットを溶接ガンに装着。スタッドピンをビットに装着。スイッチを引くと通電します。スタッド溶接機を鉄板に押し付けます。両端の電極が鉄板に接触している状態でスイッチオン。スタッドピンが鉄板に溶接できました。ピン引き出し用チャックを装着して締め付けます。スライドハンマーで引っ張ります。ロックを緩めてチャックを外します。スタッドピン2本目溶接。モンキーレンチなどでチャックをしっかり締めます。スタッドピンが取れてしまいました。スタッドピン溶接。チャックをしっかり締めます。引っ張ります。鉄板が動いています。3本目溶接。スライドハンマーで強く引っ張っても取れません。しっかりくっついています。少しずつですが、へこみを引き出すことができそうです。4本目。2本目引っ張ります。スタッドピンが外れました。鉄板に
小さな穴が開いてしまいました。5本目溶接。次は右端の浅いへこみ部分から引っ張ります。6本目のスタッドピン溶接。7本目、8本目、9本目、10本目、11本目、12本目、13本目、14本目、15本目、16本目。スタッドピンをプライヤーで挟んで外します。穴が開いてしまいます。ニッパーでカットすることにしました。深いへこみ。丸型ワッシャーとワッシャー用ビット。溶接ガンにビットを装着。ビットにワッシャーを装着。丸型ワッシャー溶接できました。ワッシャー用のフックをスライドハンマーに装着。引っ張ります。丸型ワッシャー外れました。ワッシャー2つ目溶接。引っ張ります。ワッシャー3つ目溶接。引っ張ります。スタッドピンが残っている箇所、ディスクグラインダーで削り落とします。ステンレス鉄鋼用の砥石を使っています。スタッドピンの取り付け跡、除去できました。穴は開きませんでした。ワッシャーで引っ張った箇所、サンドペーパーで掃除します。スタッドピンを溶接。へこみが深い箇所、引っ張ります。スタッドピン2本目溶接。引っ張ります。3本目溶接。スタッドピン外れました。へこみが深い箇所、もう一度引っ張ります。ステップ下側のへこみ、波型ワイヤーを使うことにしました。波型ワイヤーを溶接。引き出し用フックを装着して引っ張ります。波型ワイヤー外れました。サンドペーパーで掃除します。波型ワイヤー溶接、引っ張ります。ディスクグラインダーで溶接部分を掃除します。ステップ下のへこみ、波型ワイヤー溶接、引っ張ります。ステップ下の深いへこみ、波型ワイヤー溶接、引っ張ります。ディスクグラインダーで掃除します。深いへこみ、波型ワイヤー溶接、引っ張ります。波型ワイヤー外します。少しへこみが残っています。へこみ箇所に波型ワイヤー溶接。
引き出し用フックを装着して引っ張ります。へこみ箇所の確認。引っ張ります。波形ワイヤーを外します。ディスクグラインダーで溶接部分を掃除します。鉄板が盛り上がっている箇所を修正します。突き出し修正用ビットを溶接ガンに装着。両端の電極を鉄板に押し当て、スイッチオン。冷却スプレーで急激に冷やしました。盛り上がっている箇所を平らにします。引っ張り作業で伸びてしまった鉄板を縮める絞り作業です。絞りハンマーで叩いて修正します。盛り上がっているところを平らにする絞り作業。ディスクグラインダーで掃除します。板金用のハンダで穴埋めをします。ディスクグラインダーで不要部分を削り落とします。ステップのへこみを引っ張り出したことにより、リアフェンダーのへこみ8割程度治りました。補修範囲の目安、マスキングテープを貼ります。鉄板の地肌と塗装の境目の段差、なだらかにします。180番のサンドペーパーを使いました。フェザーエッジ作業終わりました。鉄板の地肌部分全体を180番で研磨します。シリコンオフで脱脂します。カーボンファイバー配合マジックパテ、超厚付けタイプです。マスク、手袋着用。粘度の高い固めのパテです。パテと硬化剤をよく混ぜます。へこみ箇所にパテを盛り付けます。パテの粘度が高く垂れない、使いやすいパテでした。へこみ部分全体にパテを盛り付けました。ヒートガンで強制乾燥。カーボンファイバー配合マジックパテ、固まるとかなり頑丈です。ハンマーで叩きます。少し傷がつくだけで割れません。強く叩かないと割れませんでした。完全硬化しています。80番の粗め布ペーパーを使いました。パテは硬くて頑丈ですが、研磨は楽です。軽く削れます。シリコンオフで脱脂をします。パテと硬化剤をよく混ぜます。再度マジックパテを盛り付けます。硬化剤の分量が多すぎたため、パテを盛り付け中に硬化してしまいました。80番の布ペーパーで研磨します。
シリコンオフで脱脂します。マジックパテ塗ります。ヒートガンで強制乾燥。80番で研磨作業。超厚付け用マジックパテ終わりました。シリコンオフで脱脂をします。次は中間タイプのパテです。楽研ぎパテ120です。パテと硬化剤を混ぜます。マジックパテと比べると粘度の柔らかい楽研ぎパテです。補修部分に中間パテを塗ります。ヒートガンで強制乾燥。180番のサンドペーパーで研磨しました。もう一度楽研ぎパテ120を塗ります。ヒートガンで強制乾燥を研磨します。パテが欠けている箇所、中間パテ埋めます。強制乾燥研磨作業。中間パテ終了します。シリコンオフで脱脂します。仕上げ用の細めパテ、楽研ぎパテ240です。仕上げ用パテと硬化剤混ぜます。デコボコ部分に仕上げ用細めパテを塗ります。ヒートガンで強制乾燥。240番のサンドペーパーで研磨します。次は400番のサンドペーパーで研磨します。パテ仕上げ終わりました。シリコンオフで脱脂します。マスキングしました。ホワイトプラサフ白系塗料用の下塗り塗料です。よく振ります。試し拭き。ホワイトプラサフ1回目塗ります。錆びを防ぎ、上塗り塗料の密着を高めます。強制乾燥。ホワイトプラサフ2回目塗ります。強制乾燥。ホワイトプラサフ3回目塗ります。強制乾燥。ホワイトプラサフ4回目塗ります。強制乾燥。ホワイトプラサフ5回目塗ります。5回目で下地が消えました。1000番の耐水ペーパーで研磨します。プラサフ塗装の外周部分から研磨を始めます。プラサフ塗装のザラザラがすべすべになるまで研磨を続けます。プラサフ研磨終わりました。傷消し用の細めコンパウンドで塗装する箇所の周囲を研磨します。塗装面の汚れ落としと塗料の密着を高めるため、細めコンパウンドで磨いています。シリコンオフで脱脂をします。広範囲をマスキングします。カラー塗料の塗装範囲です。クリア塗料の塗装範囲です。ぼかし剤は元の塗装とクリア塗装との境目に塗ります。風の吹かない換気の良いところで塗装します。カラーペイントを塗る前にぼかし剤を全体にスプレーします。塗装のざらつきを防止するためぼかし剤を塗っています。ぼかし剤が乾く前にカラーペイントをスプレーします。試し拭きをしてからカラーペイント1回目塗ります。5分乾燥後カラーペイント2回目スプレー。
5分乾燥後、カラーペイント3回目スプレー。5分乾燥後、カラーペイント4回目スプレー。5分乾燥後、カラーペイント5回目スプレー。5分乾燥後、カラーペイント6回目スプレー。カラーペイントを塗り終わってから2分から5分後、クリアを塗ります。5分乾燥後、クリア2回目スプレー。5分乾燥後、クリア3回目スプレー。5分乾燥後、クリア4回目スプレー。5分乾燥後、クリア5回目スプレー。クリアを塗り終わってから2分以内にぼかし剤を境目にスプレー。元の塗装とクリア塗装の境目をなじませるためぼかし剤を塗っています。マスキングを剥がします。リアシートと左リアの内張りを外しています。補修部分の裏側確認します。スタッド溶接の熱で裏側の塗装が剥がれています。シリコンオフで脱脂をします。錆防止のため高耐久鉄舞踊塗料を塗ります。錆対策終わりました。塗装後1週間経ちました。補修をした塗装面が少しざらつき曇っています。ダブルアクションポリッシャーで磨きます。中目のウールバフを装着。コンパウンドは 3M の磨き 1L、ごく細めです。コンパウンドを塗り伸ばしてからスイッチオン。ザラザラからスベスベになりました。細めのウールバフに変えます。コンパウンドは 3M の磨き 2L 超微粒子。仕上げ磨きをしてツヤツヤにします。DIY 板金塗装完成しました。傷やへこみは治っているけど、ステップ部分がデコボコしているわ。パッと見は綺麗なのでこれでいいのだ。 DIY の仕上がりなのだ。板金塗装は難しいわね。走行中振動でパテが剥がれることはないのかしら。大丈夫なのだ。高品質のパテと塗料を使い手抜き作業をしていないので問題ないのだ。わかったわ。それなら安心できるわね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうございましたなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。